アンニョン、パクンです。今こちらにですね、チャンさんをお呼びしております。日本に来て36年っていうところで僕が見た在日歴としては一番長い方です。で、この36年間何があったのか、それじゃあチャンさん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一番目の質問からいきなりなんですけれども、日本人と韓国人の違いっていうのをどのように捉えているのか。まず韓国人は強いものには弱い、弱いものに強いなんですけれども、日本人の場合は強いものに弱いふりをする。どういうことですか？日本の方って自分の気持ちをまっすぐ表現しないで迂回して表現する遠回しの仕方があるんですけど、強い方たちに弱い結構ふりをするんですよね。すいませんすいません、結構低姿勢でするんですけど、その方が弱いから低姿勢じゃなくて、常にその強い方をどうすれば勝つんだろう、任すんだろうってことを戦略を立てる方たちが多いかなって。で、韓国の方気質が強いので、強い方にごめんなさい、もう死にますって感じで、弱い方に強い姿勢でパワハラがあるんですけれども、それが微妙に違うかなって感じで。じゃあ日常生活で言うとどんな場面がありますか？うちにスーパーが一つあって、で、そこでコロナの時に、人と間に距離を保ちましょうって、割り込みする高齢者の方って言って、注意をしたら客切れされて、すごい怒られたんですよ。私にウイルスやろ、ガンやろ、お前の国に帰れとか、すっごい悪態をされて、ここ私後ろいますよとただ言っただけなのに、なんでこんなに切れられるのかなと思って、それで私も、私間違ってありませんよ。あなたが、あんまりにも礼儀がないので、それを指摘して何が悪いですかと言ったら、中国に帰れとか言うから、中国行ったことあります飛行機は乗ったことありますと言ったら、うるせえとかなって、自分を抑えながら、手が出たら絶対捕まるし、爆発しそうになったから、外に出てくださいって。だったら、出てこなくて。その時に感じました。弱い方って、日本の方って平気で帰れも言うじゃないですか。韓国人は暴力を振るう。日本の方たちは暴力は振るわない。それ法律も厳しいんだと思うけれども、お口でやる喧嘩が多くて。で、私は反骨精神が強いので、いたら、3倍、4倍返すんですね。韓国の方は割ともうストレートに、今暴力振る話もあったんですけど、ガンガン言ってみたいな。日本の方は回りくどいみたいな話でもう帰れとかっていう、あなたのこと嫌いってことを帰れみたいな、ちょっとありがとうございます。で、次の質問が、この日本の中でも1990年代と2020年代って変わってるんじゃないかな、その日本人の変化っていうのを結構感じられましたか？日本も韓国も共通なんですけど、人の気持ちに余裕がなくなったって感じですね。最初来た時みんな優しかったんですよ。教科書で学んだ日本人って虐殺したり、すごい我々をいじめたって韓国のなんでこんな優しいんだろう。教えたことと実際体験してみたら全然違うじゃないか。これが真実なのと分からなくなったくらいに親切にさられて、日本に来てよかったなと思ったことがあったんですけれども、今は年寄りも子供も切れやすいんですよね。何かの時にって言ったり、すれ違いの時でもって言ったり、なんでただすれ違ったのにここね下を打ったってなのかなと、何か暴力的な言葉を足したりしますよね。いや、どんどん競争社会になって、みんなと生きるというのが自分一人で生きる感覚が強まったんですか？余裕がなくなったのかな。昔は豊かじゃなかったけど余裕はあったんだと思います。いろんな意味で豊かなんですよ。これはいろんな経済的なことを含め、私たちが生活で必要ないろんなインフラから法律、経済、政治、ゆったりだけど住みやすかった。生活しやすかった。でも今はね、わけわからない。敵か味方しかないみたいですよね。政治の話って敵なの？味方なの？それで白か黒かで判別しようとしてることが多くなってるんだな。だから争いしかない。昔もっと尋常があったんですね。ありましたね。それ何かを分けるご近所で、引っ越ししてきましたとか、ちっちゃいお菓子でも積んできて、私も配ってたしね。そういうのが一切なくなって、すれ違っても挨拶しないことも多かったり、周りに誰が住んでるのかわからないことが多くて、韓国もそうらしいんですね。で、チャンさんは今36年間住まれてると思うんですけども、その日本社会とか、日本人との関わりの中で、どのような点が自分と合ってたなっていうふうに思ってるんですか？遠回して言う言い方が私は逆に良かったんだと思います。
ストレートで言ってその人を傷つけたり、そうですね、傷つけるような言葉を直接言うんじゃなくて、迂回して言ってることで、その方の、尊重する。逆にあんまりいじめない。逆にその対応が自分には良かったんだなと思いました。私は反骨精神強くて、よく喧嘩早かったので、強く来る人には強くやってお互い傷つけたりすることもあったんだけど、こういう強い性格だから、優しく来る方が、そうですか、ごめんなさいって頭を下げるような、生き方ができたかなと思いますね。とても良いですよね。なんか自分に合ってるところを詰めてめっちゃいいなというふうに思いました。じゃあ逆にこのような点はちょっと合わなかったなみたいなのもありましたか？合わなかったことないですね。私一人で旅行したり、特に温泉とか好きなので、ああいうところどこでも行けるし、どこ行っても1時間過ぎたら温泉着くので、あれは神聖で最高ですね。じゃあ大変なことがあるとしたら個人的な事情による。そうですね。日本という地位とか日本という雰囲気は何も悪くないよみたいなところ。好きですね。好きじゃなきゃここまで行けません。ありがとうございます。次の質問として、じゃあ日本で30年ぐらい住んできて、なんか価値観とか考え方が変わったなって感じた時はありましたか？30代、40代半ばまでは焦ってました。いい家に住みたい。いい車乗りたい。物質的なことに出て、こうしなければならないとか、そういうだったんですけれども、いろんなこと、悲しいことを今日立て続けて体験してから、物質的なことが全てじゃないんだなって。人間死ぬ時は何も持っていかれない。ただただ残しても自分のものじゃない。結局。なので、働いて、自分の力で働いて、自分が好きな時に寝て、食べて、まだ仕事行って。それが一番幸せなんだなってことを感じたんです。韓国は親の期待、周りの期待があって、本人が耐えられなくなっちゃいますよね。周りの期待に追えなきゃいけない。自分で自分をプレッシャーにかける。それで夢にくじけたり、そこに自分の偏差値を上げてしまって、うまくいかなかった時に挫折したり、私も挫折何度も経験したんですけれども、日本だとゆったりなのでね、いいんだよ。周りに合わせなくてもいいんだ。あなたのもうペースでいいんだよってことを言われたりしてたので、それで生きやすかったんだなと思いますね。ありがとうございます。で最後なんですけども、今日話した時に、つい最近韓国に、9年ぶりに行ったっていう話をしました。久しぶりに行く韓国って、どういった部分が変わっていったのか。おしゃれに変わったなって。おしゃれに変わって、一番ショックだったのが、タクシーつかめないんだ。気づいたんです。タクシー止まらないんですよね。アプリで呼ばない。すごくショックで。アプリ入れられなかったので、タクシーつかめなくてずっと電車は楽でした。でも日本は、乗り換えとか楽に、つながりができてるんだけど、韓国は一応表札とか目印はあるけど、その乗り換えるところに行くまでの時間が距離が長い。あと、車椅子だとか、お年寄りに優しくない階段だったり、あとエスカレーター、エレベーターがあっても全然役ようになってられない。そこが直すべきかなと思い。こういう仕事してるからね。そういうメッセージ。僕も11月に韓国行ってきたんですけど、こんな仕事。思ったでしょ？はい。つい3年ぐらい前までの、普通に街でタクシー取れたんですけど、今は取れないし、取れない私たちって外国から来てるから、そのアプリないし。びっくりしました。ショックでした。そこね、政治で喧嘩するんじゃなくて、そのインフラを整えてほしいなと思いました。もちろん、その安いとかいう部分もあると思うんですけど、久しぶりに行ったらそういったことを、逆体感っていうことですよね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こちら3回にわたってチャンさんの話聞かせていただきました。いや、36年のその厚みといいますか、本日聞きながら、ストーリーとしても一貫したストーリーがあって面白かったりとか、とても勉強になりました。でこちらチャンさんはですね、タロット系だったりとか、その介護関連でお仕事されていて、個人で働かれているというところなので、概要欄に中身書いておきます。興味ある方はぜひ見てください。で、チャンさん本日は結婚の報告をYouTube でやってたんですけども、お土産まで持ってきてくださって、お時間いただけてこんな話聞かせていただいてありがとうございます。はい。じゃあ、そしたらチャンさんのインタビュー動画ここまでしようと思います。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。